富裕層の一族が宣言した。我が家、つまり私かジョセリン・フォスターのどちらかが、ハンター家の初孫を産んだ者が、10億ドルの財産を相続する。前世、ジョセリンは両親の手配で体の強いヘクター・ハンターと結婚した。私は車椅子生活で性格が陰鬱なオリバーと結ばれた。結婚1年でオリバーは歩けるようになり、私がハンター家の初孫を解任した。ジョセリンはヘクターからの虐待に遭い、心が乱れ、上流社会の婦人たちの笑い者となった。私が出産した日、彼女はナイフで私のお腹を刺し、そのまま私を抱きしめて高層ビルから転落した。根性、ジョセリンはオリバーが送った金のブーケを奪った。私がオリバーと結婚したい。1、ジョセリン。どうしてイボンヌのブーケを取るんだ。ジョセリンが豪華な金のブーケを受け取った途端、父の叱責で体が固まった。父はジョセリンの手からブーケを奪い取り私に渡し、イボンヌ、お前の体調は良い。オリバーは騒がいがあっても、少なくとも評判は良いと言った。その後、父は愛想を込めてジョセリンの頭を撫でた。ジョセリン、お前の体は弱いから、ヘクターと結婚するのが一番だ。金のブーケと自分の着ているウェディングドレスを見つめ、私は手のひらを強くつねり、ようやく転生したことに気づいた。前世、両親の意向に従い、病弱なジョセリンに体の丈夫なヘクターを譲った。だが結局、正気を失ったようなジョセリンがナイフを持って分娩室に乱入り、なぜお前がハンター家の初孫を産むの？私は精神病院に閉じ込められているのに。と叫んだのだ。不公平だ。彼女の行動で私は大量出血。彼女が私を引きずって高層ビルから落とすとき、ジョセリンの声が耳に残った。イボンヌ、お前は私の足元にも及ばない。その瞬間、ジョセリンは金のブーケを奪い返し、金糸で縫い上げられた花びらを指でなぞりながら笑った。お父さん、構わない。私はオリバーと結婚したい。ただその一言で、私はジョセリンも転生したことを知った。両親はジョセリンを説得できず、無力な目で私を見た。その視線の意味はよくわかった。いつも私の成績はジョセリンを超えられず、ジョセリンが欲しいものは何でも譲らなければならなかった。ハンター家との結婚で初孫を産む機会さえ、両親はすぐにジョセリンに健康な夫を手配した。ジョセリンがそう望むなら交代しよう。結局ハンター家は誰が初孫を産むかだけを気にしている。いつも通り、私は平然とヘクターが送った口なしのブーケを受け取った。外には2台の車が待っていた。1台はオリバーが送ったロールスロイスで、花畑とカーペットが敷き詰められた道が車まで続いている。もう1台はヘクターの使用人が運転する普通のスポーツカーで、見た目は質素だった。ベールをかぶってそれぞれの花嫁車に向かう前、ジョセリンは私のブーケを見て鼻で笑った。イボンヌ、忠告しておく。あのヘクターは体が強く見えても、ベッドの上では不器用だと聞いてるわ。オリバーは本気だわ。送ってきた金の花には独特の香りまでつけてる。そう言い放つとジョセリンは満足げにブーケの香りを深く吸い込み、周囲の羨望の視線を浴びながら頭を高く上げて大股で歩き出した。私は後ずさりして息を止めた。それなら、ジョセリンが願いが叶うことを祈ってあげるわ。無事に車に乗り込むと、私は手元のブーケをじっくり調べ、異常がないことを確認してやっと安心した。前世、オリバーが送った金のブーケは確かに豪華だった。だがそれは私を死に場所もない状態に陥れる寸前の罠だった。ハンター家のオリバーは本来結婚を望んでいなかった。彼はそのブーケに香水を混ぜていた情熱的な反応を誘発する香りだ。さらに私を個室に送り込み、評判を傷つけて婚約を合法的に破棄しようと企んでいたのだ。根性が与えられた今、
ジョセリンがこの罠を回避できるか見てみよう。花嫁車から降りた瞬間、腰を突然つかまれた。男が私を抱き上げ、素早く花嫁の間へと運び込んだ。外からは笑い声とからかいの声が湧き起こる。すごい。この女の顔を見せてくれ。薄いベール越しに目の前の男が白いスーツを着ているのがかすかに見えた。男はエロい笑みを浮かべ、手を伸ばしてベールをめくろうとした。私は素早く動き、彼の手をつかみながら自分より先にベールを上げた。あなたはヘクターじゃない。声は毅然としており、鋭い視線が室内の男女たちを吐いた。一瞬、誰もの表情が変わった。目の前の男は、周囲を全然顧みず、公然と私に暴行を企てていたのだ。私はブーケを思い切り彼の顔に叩きつけ、事前に用意した短剣を抜いて迷わず彼の顔を切りつけた。血が飛び散り、男は悲鳴を上げた。面白い興行だな。拍手が鳴り響くと、扉の後ろから白いスーツの男が女を抱きながら現れた。彼は私の向かいのソファに座り、眉を軽く上げ、唇にたわけた笑みを浮かべた。結構手が荒いな。私は平然と目を上げて彼の視線に応じた。あなたもそう悪くないわ。意図的にシャツを緩めて腹筋を見せつける姿、無鉄砲な態度を見ると、この男が今生の夫、ヘクターだった。前世、私はハンター家の集まりで彼を数回見たことがある。彼はいつもプレイボーイぶって、外で女遊びをしていた印象だった。だがこの結婚式がここまで不条理なとは思わなかった。ヘクターが手を振ると、室内の人々はすぐに退出した。ヘクター、本当にこの女と結婚するの？その声で私は頭を上げ、彼の腕にまとわりつく小柄な女の子に視線を落とした。ヘクターは答えず、彼女の腰をつまむと、女はじめじめとやめてとあえいだ。二人は周囲を全然気にせず、仲良くしていた。私は軽蔑的な笑いを漏らし、ヘクターをじっと見つめて本心を明かした。ヘクター、取引しない？お前？何が用意できるんだ？ヘクターはだらけた目つきで上目遣いし、私の話に興味がなさそうだった。私は気にしなかった。彼ら貴族の目には、私たち下層階級の者は単なる生殖の道具に過ぎないのだ。オリバーと結ばれようがヘクターと結ばれようが、もう誰かの支配下で生きたくなかった。彼の軽蔑を無視して、私は手を伸ばし、彼の頭から下へと指を動かし、ズボンの真ん中まで刺した。この部分に関する取引を提案するわ。周囲の人々は笑いたいのに笑えず、じっとしていた。ヘクターはついに傲慢不遜な態度を捨て、顔を曇らせて全員に退出を命令した。扉が閉まるや否や、彼は手のタバコを消した。近づいてきて私の顎を乱暴につかみ、イボンヌ、話す前に自分の実力と立場を知れ。3. 私は頭を後ろに傾けざるを得ず、彼の鼻とほとんど触れる寸前だった。あなたの勃起不全を治せるわ。その言葉を聞いた瞬間、ヘクターの目は一瞬暗くなり、手で私の喉元を強く締めた。彼の目には、不確かで非現実的な可能性をかけるより、この秘密を永遠に封じる方が良いという思いが読み取れた。喉への圧力が急に強まる中、私は彼の手をつかみ、かすれた声で言葉を絞り出した。3日間ただ3日間で結果が見える席。聞かなかったらその時は好きにして。ヘクターはついに手を離した。あの短い1分間、私はそこで死ぬかと思った。私があえて口にしたのは、絶対的な自信があるからだ。前世、オリバーはヘクターよりも手に負えない存在だった。私が長い間彼と一緒にいたのは、彼にとって利用価値があったからだ。私は医学を専攻していた。
この経歴は前世で大いに役立った。両親の意向に従い、ジョセリンの気分を配慮し、どの面でも彼女を超えてはならなかった。誰も私の真の技術を知らなかった。人々は私が1年間かけてオリバーの足を治し、最終的に歩けるようにしたことだけを知っていた。だが誰も知らなかったオリバーも勃起不全だったのだ。私が1ヶ月以上治療した後、彼の妻は無事に子供を懐妊したのだ。そう思い返しながら、私は深呼吸を数回し、ヘクターの手首を掴んで脈を見た。幸い彼の症状はオリバーと似ていて、治療は難しくなかった。どうやって俺の症状を知った？ヘクターは困惑の色を浮かべ、私の手を掴んだ。私は笑って嘘をついた。あなたと結婚する前に未来の夫のことを調べておかなきゃいけないでしょ？実のところ、ヘクターの勃起不全は前世では常識だった。当時、ジョセリンはあらゆる手段を試したが、ヘクターの興味を引くことはできなかった。彼女は彼に薬を盛り、孤児院を呼んで検査させた。結果はヘクターの勃起不全が明らかになった。ヘクターが目を覚ますと激怒した。彼はその情報をすべて封じ込め、ジョセリンを精神病院に送り込んだのだ。私の言葉を聞いて、ヘクターの瞳はわずかに収縮し、心の中で思った。こんなことまで知っておきながら、兄貴を選ばなかったのか。4. ヘクターは予想以上に分別があった。私は薬の処方箋を出した。もし薬が効けば、代償として3日後に両親の家を訪ねるのを付き合ってもらうことにした。結婚後の初詣の日、私は外でヘクターを待ったが、彼は全然現れなかった。少し考えた後、私は一人で車に乗り込み実家に向かった。家に入ると、ジョセリンが部屋中に並んだ贈り物を指さして甘えた口調で言った。お父さん、このコーヒーはオリバーと私が選んだの。この翡翠のクリスタルはお母さん用よ。両親はジョセリンの気遣いに大喜びで、口を閉じないでよしよしよしと何度も言った。手ぶらで来た私を見て、ジョセリンは意地悪ぶって言った。イボンヌ、旦那さんが一人で来させたの？私は穏やかに笑って答えた。あなたの旦那さんもついてきてないわよ。ジョセリンは膨れっ面をして指輪の大きなダイヤを見せつけた。それがわからないのね、バカ。オリバーはハンターグループの CEO だもの、当然忙しいわ。あなたの旦那さん？株は持ってるけど実権なんてないのよ。ジョセリンが手を挙げた隙、袖から覗く紫色のあざに気づいた。オリバーは完璧な表舞台を維持するタイプだ。前世、彼は体が不自由で性格が陰鬱で不可解だった。毎晩、彼は様々なもので私を激しく殴っていた。私は長い間それに耐え、彼の足の調子が良くなると、やっと私をいじめなくなった。今、ジョセリンが嬉しそうなのを見て、私は彼女の夢を壊したくなかった。彼女を通り過ぎてトイレに向かった。無視されたジョセリンは慌てて追いかけてきた。イボンヌ、旦那さんが初詣の贈り物を用意してなかったのよね。私が無関心な態度を続けるのを見て、彼女の表情は暗くなり、手元の赤ワインを私に向かって投げつけた。だがハイヒールでバランスを崩し、彼女は激しく地面に倒れ込んだ。ジョセリンは痛みで叫び、それで両親が駆けつけた。彼女はいつものように被害者ぶり、自分が悪いことをしたのに私に責任転嫁し始めた。お父さん、イボンヌが私を傷つけようとしたの？ハンター家の初孫を埋めないように体を壊そうとしたって言ったの。お母さん、私を害そうとしてるの。うわぁ。私が弁明しようとしたその時。ジョセリンの言葉を数句聞いただけで、父は怒り狂って私を睨み、手を挙げて平手打ちをしようとした。旦那さんを連れてこないだけじゃなく、贈り物も持ってこない。
その上ジョセリンを病んでるとは。何様な考えを抱いてるんだ。次の瞬間、誰かが私の前に立ちはだかった。誰が俺が来てないって言った？